こんにちは。本日8月27日、WebX2024 前日でございます。当初台風が警戒されてましたけども、上陸が若干遅れるということで、WebX2024 予定通り開催できるとのことですね。本当に良かったです。これから約2時間かけて新幹線に乗って東京に向かうと思います。はい。無事、ホテルに着きました。で、どうするWebX2024 の YouTube 企画、事前にアンケートを取らせていただきまして、この中から一つだけやろうと思ったんですけども、いろいろ考えた結果、せっかくのこのチャンネル唯一の年一のロケなんで全部やっていこうかなと思います。まず一つ目はサイドイベントはしごするだけで食っていける説ですね。前回 WebX 参戦させていただいた時に、サイドイベントも参加させていただきましたけども、どこ行っても食べ物があるとで、これはしごするだけで生きていけるんじゃないかという話を、どっかでちらっとしましたけども、今回1年越しにそれを検証しようと思います。続いて2つ目ですね。新たなスポンサー見つけるまで帰れません。今現在最大のスポンサーにコインポストさんについていただいてますけども、せっかく世界中から数多くのプロジェクトがここ日本に集まってきますんで、この機会にこのチャンネルを PR してスポンサーについてもらうという企画でございます。続いて3つ目ですね。インフルエンサー10人インタビューするまで帰れません。界隈でね、有名なインフルエンサーたくさんいると思いますけども、今回はフォロワー1万人以上いるインフルエンサーという条件にして、会場で見つけて何とかインタビューさせてもらおうと、目標10人目指して頑張ろうという企画ですね。で、初めに言っときますけども、下2つは無理です。先ほどお伝えした通りですね、私オフイベント基本行かないんで、本当に年に1回、この WebX だけなんですよ。行くの。だからネットワークというか、人脈ゼロなんで、当てがないんです。だから多分ね、これは無理だと思います。ただその代わり、1番目、サイドイベントはしごするだけで食っていける説、これはね、多分いけます。今思い返しても、サイドイベントの会場に行って、食事がなかったことおそらく一度もないんで、だからこれは結構自信ある。ただ下2つはおそらく無理です。でその無理な企画に対してどうあがくのかを見ていただきたい。見どころとしてはそこくらいです。で、この企画を取るために、昨日コインポストの鏡さんにお伺いを立てました。WebX は会場内での無許可での撮影、配信は禁止になってるんで、WebX の様子を YouTube で流したいんですけども、撮っていいですかって聞いたらですね、メディアパスを付与すれば可能ですので、手配しますって来たんです。メディアパスって思って。この企画でみたいな。しかも撮影機材 iPhone 一つみたいなね。このメディアパスまで手配してもらって、この企画だけやって終わりはさすがにやばいと思ったんで、せっかく許可いただいたんで、WebX の会場やステージの様子も撮って動画に残そうかなと思います。ただこの WebX、2日間4つのステージで同時進行していくんですよね。大型フェスみたいな感じで。こっちも見たいけど、こっちもあるみたいな感じで、同時進行していくんで、私一人、そして iPhone 一つでは動員もなりません。なんで、本当に悩みましたけども、私の独断で行くところを選ばせていただきました。28日、29日、こんな感じですね。他にも有名な方、すごい方、たくさん出てるんですけども、今回はね、この業界だけじゃなくて、世界的に有名な方もたくさん出てますんで、今回ね、そこを中心に回ろうと思います。で、これとは別に、WebX のサイドイベントが、今回100近く開催されるんですよね。別な会場で。正直行ける時間がないんですけど、28日の3時から5時45分、若干空けたんで、この時間帯に一つサイドイベント行こうと思います。で、この時間帯やってるのが、5時からエイプサミットがあるみたいなんで、それをできれば行きたい。で、今回 WebX の会場からサイドイベントまでの無料送迎タクシーも出てるみたいなんで、それも乗るのに条件をクリアしないといけないんですけども、なんとかタクチケをゲットして、
それもせっかくなんで乗ってみたいですし、動画にも収めたいですね。でただ問題は次なんですよ。この次の5時45分からのひろゆき氏 VS 狩野雄三氏。これ去年ね、入場規制かかって入れなかったんですよ、私。でおそらく今回も相当人来ると思うんで、規制かかる前に入場しなきゃいけないんですよね。だから5時から始まる AP サミットを、申し訳ないけど5時10分で切り上げて、でそっからまた15分かけて WebX の会場に戻って、ひろゆき氏 VS 狩野雄三氏になんとか間に合いたい。なので私としてはここが一番のポイント。果たして間に合うのかっていう。さすがに2年連続入れないのはシャレにならないんで、ちょっと今回はなんとか収めたいと思います。でここまでね、一通り見てもらったらわかると思いますけども、企画やってる暇ないです。だから初め言った通り、どうするって話。なんとか時間作って、で、しかも、その時間に出てくれる人なかなかいないと思いますけども、なんとか見つけて、なんとか企画成立させたいと思います。ではいよいよ明日ですね。早めに行って、いろいろ場所とか確認しないといけないと思うんで、今日はしっかり休んで、WebX2024 に臨もうと思います。はい、朝になりました。今 YouTube の投稿終わりましたので、これから WebX に向かいたいと思います。すいません、今、会場、受付着いたんですけど、めちゃくちゃ並んでて、もうすでに岸田首相のメッセージ間に合ってないっす。あと、どのぐらいで入れるのかわかんないけど、とりあえず並んで入ったらいろいろ撮影しようと思います。やばい。人いすぎて、舐めてたわ。なんか平日、こんな人いないと思ってたんだけど、とりあえず、いろんなステージどこにあるかまず見ないといけない。Interesting methods of on-chain analysis that Meta has optimized for maximum value constants. 見えてる画像が見えてる。はい。で、コントローラーとかをこれまで扱ってたんですけど、ハンドトラッキング、手の動きを認識してやるんですね。で、iPhone とかします。ちょっと、撮り慣れてないんで、全然うまく撮れてないですけど、とりあえず人いすぎだよね、これ。ここはなんかネットワーキングスペースっていうところで、みんなが話し合うところなんですけど、ここは、だいぶちょっと落ち着いてますね。で、あと、ちょっとこっそり進めようと思ってた、なんだっけ、企画。そうそうそう。はしごで、Web3 イベントはしごで食べていける説、ありましたよね。もうありました。この WebX の会場に。とんかつまいせんさんが提供してる
サンドイッチ。これ食べれます、普通に。ね、あと、コーヒー。あと、トロン提供の水。いただきます。美味しい。コーヒーもうまいわ。これ、今、午前11時でこれだから、去年もそうだけど、昼、夕方以降めっちゃ人来るから多分もう歩けないぐらいになってると思うわ。とりあえずね、さっきソニウム取れたんで、あとはまたメインステージに向けていろいろ取ろうと思います。さっきサンドイッチ食べたばっかなんですけど、今また別でお弁当を配られまして、12時から。これはマイセンさんの提供でございます。もう、この説いいですかねもう半日で、これだけ食料提供はこのぐらいのペースで、されますんで、なんか食べ物に困ったら Web3 業界に飛び込んでみたらいいんじゃないでしょうか。ただこれは来てくれた方に対しての感謝のおもてなしだと思いますんで、これ目的で来るっていうのはね、あれなんですけども、状況としてはこんな感じと。ちょっと私は、さっき食べたばっかりでもうお腹いっぱいなんで、なんか、バレたんすけど。普段 AI 加工してるのに、めっちゃわかりやすいですよって言われて。この服みたいな。Web3 イベントになんかスーツ着てくるやつはどうだとかいう話があったじゃないですか、なんか SNS 上で。だからすげえラフな格好で来たんですよ。こういうハワイアンみたいな。そしたらなんか、こういう明るい服着てるやつ俺ぐらいしかいなくて。あとなんか、イベントがあるみたいな。めっちゃ目立つよ、これ。で、さっきすげえいい情報を聞いたわ。なんか、ちょっと空いた時間にサイドイベント行って、帰ってきたら、ひろゆき氏の公演見るみたいな話したじゃないですか、さっき。無理っぽいっす。なんかもう座れないというか、入れないみたいなんで、ちょっと急遽もうサイドイベント行くのやめて、もう、ね、その食べ物があるとか、もうそういうのもこれで分かったと思うんで、もうビットフライヤーステージに行って、ちょっと陣取って、行きたいと思います。で、次、田村淳氏あるんで、それもちょっと早めに行って、なんとか動画に収めようと思います。盛大な拍手ありがとうございます。とにかく大きくなるパターンの拍手ありがとうございます。改めまして田村淳です。よろしくお願いします。なんかたくさん俺はビットコインを持ってるんだっていう人にたまたま街で出会って、なんかこの人面白いからロケ、ビットコインがまだ出始めの頃だったと思うんですよね。でロケさせてもらおう、なんか俺にビットコイン売ってくれるっていう人がいるからって言って、よくわかんないけど1ビット18万円から36万円その場で現金で渡して、そのお前のスマホのベースに動いているのはブロックチェーンという技術がありまして、これがやっぱり技術的に新しいものっていうのを発明したり開発した人がやっぱり、この自分のプロダクトを売りたいっていう、まともな人たちとは別に、例えばミームコインっていうんですけれども、単に面白い名前をつけて、これもう将来上がるから今買っとけみたいな感じでちょっとこう、パンプっていうんですけれども、そういったところで
お金儲けをしたい人たちに分かれています。で、大体この1万何個あるっていうのは、まあ、後者のですね、なんとなく盛り上げて、で買ってもらって、で自分たちを売り抜けちゃうみたいなのも次、タムポを発売しても買わないでしょ、皆さん。上がりそうな感じしない。田村淳の信用力です。いや、俺の信用力そんなないと思うんで、タムポイントは多分買わないと思うんですけど、でも僕、その最近だったかな、1年前ぐらいだったかな、翼トークンっていう、キャプテン翼のなんかコインが出て、何これと思って、キャプテン翼、信頼に値するでしょと思って、ちょっと買ったんですけど、なんか全然じゃないですか。The freedom of speech, and recently we have seen some situation probably concerning the Web3 orあれは、何ですか外れ本当にね、もう日本の風情を楽しんでもらうために、細部まで用意されてますね。たくさんの方々にお越しいただきありがとうございます。30分くらいしかないので、自己紹介は一旦省略をして、いきなり本体的なところから入りたいんですけれども、AI と Web3 においての日本の勝ち筋みたいなところはどのように考えられていますか。平さんからお願いします。はい、平正明です。日本がラッキーだったという言い方があってるかどうかわかんないんですが、生成 AI が出てきてですね、なんか Web3 終わったんじゃないかと、これからチャット GPT だみたいなス根拠のあることを言う人が結構多かったんですが、自民党は Web3 の PT も私、AI の PT も私なので、やっぱり AI とブロックチェーンがですね、相互に作用しながら進化をしていくっていう世界観で、今政策をやっています。なので、AI が進化することによって、ブロックチェーンも本来のそのポテンシャルを最大化をしてですね、世界になっていくし、先ほどもちょっとお話ししたんですけど、これからメタバースといったものもですね、また一周回って盛り上がってくると思いますし、そこにいわゆるステーブルコインみたいなのが入ってくると、トークンのみがビルドインされたり、あとアバターもですね、バックに人間がいなくて AI のアバターと人間のアバターが混在する日本的なカオスの世界がですね、メタバースにも生まれてくるだろうし、そこに日本のIP、いわゆる知財なんかもですね、最大限ポテンシャルが発揮できるので、楽しいことがいっぱい起きてくるんじゃないかなと思います。すみません、収録始めますよ。お客さんはひろゆきさんリアルに来ると思って多分すごい答えるんだと思うんですけど、ズームで本当すみません。リアルに来ると思ったらどっからいらっしゃいます？いや、8割だよこれ。ひろゆきさん今から来てください。だから行こうにはもう飛行機に乗れるかどうかぐらいなんで。本当にズームだけどすみませんって収録始めていきたいと思います。リハックスペシャル。イエーイ。今日最後です。じゃあ盛り上げていかないといけないですね。はい。今日のテーマは Web3 は本当に未来を変えるのかというテーマでいこうと思います。なんか実は Web3 って定義はっきりしないじゃないですか。なんかブロックチェーン使ってんのかな、分散してんのかなぐらいの定義しかなくて、ふわっとしてると本当に実態あるのかとか、未来変える可能性があるのかとか、そこら辺を話していきたいと思うんですけど、じゃあまず渡辺さんから聞きましょうか。渡辺さんどうですか？すごいバクッとしたテーマで、実はこれアジェンダ何も決まってないんで僕スタンスから言うと、僕は加納さんの応援に来たので、これ言いたいです。一緒にね、ひろゆきをやっつける会だった。そうです。そうです。じゃあ加納さんだけ聞きますか？加納さん先に行きましょう。じゃあ加納さんどうでしょう？Web3 って本当定義曖昧で、僕はブロックチェーンを使った何かしらのサービスっていうふうに考えていて、何かしらその Web3 が、ブロックチェーンに関わってたらもう全部 Web3、もうこれで OK って感じで見てます。
なるほど。いや、そうなんですよね。あんまり僕も身近な生活に必要ないんですよ、ブロックチェーンが。なのでどうかと思ったんですけど、ひろゆきさんどうですか？なんか僕話すと終わっちゃう気がするんですけど、いいんですか？いやいや、終わらせないように喋ってくれよ、プロモーターがちょっと。いや、だからなんか Web3 的なのが、じゃあその2000年代、その2020年ぐらいから始まりましたと。で、これから、ちょっとね、とあるすごいところから、パーティーご招待いただきまして、多分、それは動画に収められないんですけども、なんか、いろいろもらったら、次の動画でちょっと見せようかなと思います。はい。お疲れ様でございました。ようやくホテルに着きました。シャワー浴びて、現在23時ですね。人もすごかったですけど、ステージもやっぱ面白かったですね。その間違いなく去年以上じゃないですか。ソニウムの話題性もありますし、自民党の平さんもめちゃくちゃイケイケで、なんといってもひろゆき氏 VS 加納氏のバトルですね。その加納さんがあんなにヒートアップすると思ってなかったんで、最後答えませんなんて言ってましたからね。非常に面白かったです。ステージの全容は多分高橋さんのリハ発信なのか、どっかで公開されると思いますんで、それまで楽しみにしててください。で、先ほどのパーティーですね、もうついにもらってしまいました。公式グッズ。バイナンスジャパン1周年を記念した VIP パーティーということで、非常に豪華なパーティーでしたね。今までネットで買ったパチモンで撮影しましたけど、次からは公式のもので撮影できそうです。で、あとは、私の YouTube 企画ですね。今3つ同時進行してましたけども、1つはね、いいんですけどね、もう2つ。これやっぱり無理ですね。実はインフルエンサーさんと何人か話させていただきましたけど、でも名前は言いませんけどね、2人だけでフォロワー10万人軽く超えてますね。めちゃくちゃ忙しそうです。スケジュールもほんの少しだけ教えていただきましたけど、いろいろ呼ばれてるけど、身が一つしかないんでほとんど行けないみたいな。ちょっと顔出してすぐ次のイベント行くみたいなね。もうめちゃくちゃ忙しそうで、とてもね、そのインタビューさせてくれなんてね、言えない状況。こんな企画で。我々麻痺してるかもしれないですけど、どこの業界でもね、その何万人からフォローされるってやっぱすごいですから、いくらね、ネットの世界だって言ったって、アクティブの時間帯は違えど、何万人に届くわけですからね。それは忙しいですよね。あと、スポンサーの件も、実はインタビューから、いろいろつなげて、なんとかたどり着こうという、作戦だったんですけど、そのフックとなるインタビューができてないんで、これまた別な策を考えないといけないですね。でもまだ明日ありますんで、会場の場所とか、位置関係もね、大体把握しましたんで、明日も全部まとめて達成させてやろうかなと思います。で、今日はもう寝ます。また明日6時に起きて YouTube 投稿に備えないといけないんで。よろしくお願いします。こんにちは。ひろゆきさんが来てくださって、ひろゆきさんにLINE してどんな雰囲気でしたと聞いたら、リモートだったんで分かんないですって言ったんですが、はい、ちょっとお願いします。CEO of Finance. I joined Finance in August 2021 and became the CEO in November of last year. I love Japan. I love everything in Japan. Right? So it's a pity I'm not there this time around. I love the culture. I love the food.リハックスペシャル。皆さん、こんにちは。石丸真二と申します。前の職は広島県の安芸高田市で市長を務めていまして、その前が三菱 UFJ 銀行でアナリストをしていたという身分です。今は絶賛無職中です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。比較的無職の中で有名な方ですからね。そうですね。はい。で、今日金融の時に切り開く人生なんですけど、やっぱブッキングの意図は
いや石橋さんってサラリーマン時代どんなやばいやつだったのっていうのを聞きたいっていうのが僕のメインで内田さんにぜひお話ししたいと思いました。内田さん、どんな金融マンだったんですか、石橋さんは。今ようやく一息ついて12時になったんで、今半すき焼き弁当ですかね。で、さっきようやくコインポストの CSO の青木さんにようやく挨拶できて2日目でようやくご挨拶できました。ただ鏡さんは多分もう忙しいのがもうどこ行ってもやっぱ見当たらないんで、もうまた来年、まだアフターパーティーありますんでね、それが最後のチャンスですよ。そこで会って挨拶すれば、できればいいかなと思います。あと服ね、昨日なんかリクルートがその API 全部オートペッパーの情報とか全部出してたので、それを使った新しいアプリを作ってくださいっていうコンテストみたいなのがあって、それをなんか出しませんかって誘ってきたので、当時フラッシュっていう技術を使って、ホットペッパーグルメなんかいろんな飲食店の料理の画像を引っ張ってきて、その料理が飛んでくるのを一生懸命避けるっていうアクションゲーム料理の写真を避けるすいません、今急遽なーちゃんにインタビューすることができました。ありがとうございます。で、今この企画はフォロワー1万人以上いるインフルエンサーに、10人インタビューするという企画になってまして、もう最終日の今3時過ぎなんですけども、あともう2時間しかないんですが、今1人目になってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今フォロワー何人ぐらいですか？今4万8000人ぐらい。4万8000。はい、よし。じゃああと5万人ですかね。5万人いや違う。じゃあ企画変わっちゃってまして、あと本当10人やります。10人やります。で、今、どこに所属してるんですか？今は、ください JP っていうコミュニティと、マスクネットワークっていう Web3 のソーシャルの会社に所属してます。はい。はい、ありがとうございます。なんか、無料でプロモーションできるんですけど、はい、特典としては、インタビューを受けた特典としては、一つだけ。はい。何でしょう？私のことをフォローしてください。X で。はい、お願いします。で、これ見かけた方、なーちゃんの X、概要欄に貼っておきますんで、ぜひフォローしてください。ありがとうございます。はい。でですね、はい、最後、はい、ちょっと切羽詰まって、あともう2時間ぐらいしかないんで、テレフォンショッキングみたいに、繋いでほしいんですよ。この出てる、いる人で、このグリプトチャンネルに出てくれそうなインフルエンサーを連れてきてほしいんですけども、大丈夫ですか？はい、探しに行きます。探しに行きます。わかりました。あと、すいません。もう一個言い忘れてました。もう一つ企画進んでまして、はい、YouTube のスポンサー取るまで帰れませんっていうのやってるんですよ。見つかりそうですか？今のところ一つも当てがないんです。要は人脈、コネクションゼロなんで、どうですか？探しに行きます。探してくれる？ありがとうございます。じゃあ、すいません、ちょっと駆け足でしたけど、じゃあ次のインフルエンサーで次、お願いします。探しに行きます。ありがとうございます。はい。やば。続いて2人目、ボッターのみかんさんに来ていただきました。ありがとうございます。今、フォロワーも1万人ということで、ご紹介いただきました。今、所属というか、なんかやってるプロジェクトありますか？今、ください JP の方でエンジニアをやりつつ、今この後ろに映ってるんですけど、新フューチャーってところで日本のアンバサダーをやってます。はい。お忙しいことでありがとうございます。私もね、大きいハッキングありましたけど、その前の、細かいハッキングがあった時もね、心がやばい時、ちょっとミカさんに相談したりしてました、DM で。ありがとうございます。で、宣伝。なんか、無料で PR できるんですけど、宣伝したいことってなんかあります？何でもクリプト関係ないことでもいいんですけど。普段ツイッターで、いろんな DeFi の発信とか、たまに終わった際のポレとかしてるんで、よかったら僕のツイッターフォローしてください。ハンドルネームはヘッドオブみかんで
お願いします。ありがとうございます。じゃあ、概要欄に X のアカウント貼っておきますんで、そちらもぜひフォローしてください。で、最後のミッションなんですけど、次、誰か紹介していただきたいんですけど、いいですか？はい、いいですよ。ありがとうございます。じゃあもう、次、行きますね。すいません、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい。ありがとうございます。今、みかんさんから紹介いただきました。3人目、BBB さんに来ていただきました。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。で、今、たくさんやられてると思うんですけども、何か所属してるところとかってありますか？そうですね。所属とはちょっと形は違うんですけど、ワールドコインの普及っていう風なところで、今、いろいろ活動したりしてます。あとはなんか、ハッカーソンとかにはちょこちょこ出たりとかしてて、ボットは全然最近はやってないです。ありがとうございます。あと、私も行かせていただきましたけど、クリプトバー P2P っていうね、すごくいい飲食店もやってますんで、そちらもぜひ行ってみてください。で、あとですね、このインタビュー受けてくださった方、無料で PR できますんで、何かプロモーションしたいことってありますか？そうですね。じゃあ、交際認証のワールドコイン、日本だとまだ20万人弱ぐらいなんで、これ100万人を目指して頑張ってるんで、まだの人はぜひぜひ瞳を捧げてください。ありがとうございます。では、次、誰か紹介していただきたいんですけども、紹介していただけますか？わかりました。じゃあ誰か紹介します。はい。ありがとうございます。はい、続いては、仮想西さんに来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。仮想西です。ありがとうございます。たくさんやっていらっしゃると思いますけども、何か所属してるところとか、ありますか？はい、SBA ブーシットレードというところで、アナリストやってます。ありがとうございます。で、これから、コインポストの WebX の方で、ちょっと AI 発表とか、ありますんで、ちょっとお忙しいと思いますけども、あとこのインタビュー、受けていただいた方、無料でプロモーションできるんですけども、何か推したいものありますでしょうか？これからコインポストで発表するソフトは、すべての日本人のクリプトの能力を向上させるものである。ぜひそれを使ってほしいと思っています。よろしく！はい、続いては、アメウミさんに来ていただきました。ありがとうございます。はい、アメウミと申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。たくさんやられてると思いますけども、今、主にどこに所属してますか？今は SBI NFT という SBI グループで NFT やってる会社に所属してます。ありがとうございます。いや、本当によく聞きます。よく聞きます。ありがとうございます。で、一応このインタビュー受けていただいた方、PR 無料でできるんですけども、何か推したいものってありますか？推したいもの、会社としては、今この3つっていう、誰でも簡単に NFT 使って、もしくはあるいはプロジェクトでやってたけど、うまくいかなかったみたいな人たちに、NFT 使ってもっといろんなことできるよっていうプロダクト作ってるんで、ちょっとそれが PR したいですね。ありがとうございます。では、最後にですね、インフルエンサーつないでいただきたいんですけども、ご紹介いただいていいですか？はい。ありがとうございます。では、もうお忙しい中ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。はい、続いてはコインポストの鏡さんに来ていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。すいません、声潰れました。はい。で、今回、初めて今お会いしました。ずっとね、YouTube の方でまだ挨拶しないってずっとこすってたんですけど、ここでなんと、たまたま会いました。ありがとうございます。で、今、コインポストに所属してると思うんですけども、他になんかやってることってあるんですか？そうですね。コインポスト結構いろいろ授業やってて、メディアとこのカンファレンスの WebX と、あと、開発事業の会社やってたり、あと、福祉事業やってたりとか、いろいろあるんですけど、2025年からは結構強化してるのが、カンファレンスとメディアの AI のシステムの方で、クリプトの情報って15,000銘柄情報がもう分散して、どこで取りに行けばいいかわかんない状態があると思うんですけど、それをすべて AI でシステム解析して、必要な情報をユーザーに届けていくようなサービスを提供するので、ぜひ楽しみにしてください。あと、WebX は2025年、万博とも連携するので、大阪でも開催します。はい。楽しみにしてください。もう、ビッグ
サプライズ発表ありましたけども、今。じゃあもう、PR はそれっていう感じでいいですかね。はい、大丈夫です。ありがとうございます。じゃあ、次、またインフルエンサーつなげていただきたいんですけども、よろしいですか？あ、わかりました。はい。すいません、お忙しい中、ありがとうございました。なんかめちゃめちゃハッキングされた。人です。ハッキングされた人。いや、今、もう、いや、もう、ちょっとこすられすぎてもう味しないですね。続いては、ゆなゆなさんとのろいちゃんに来ていただきました。ありがとうございます。はじめまして。もう、息切れしてる。続いて、たくさん所属してると思いますけども、主に所属してるところってどこですか？所属はないんですけど、普段はインフルエンサーとして Web3 の発信を YouTube とかでさせていただいてます。よろしくお願いします。ゆなゆなです。ありがとうございます。じゃあ続いて、のろいちゃんです。はい、所属で言うと、最近、Web3 ゲームのマーケティング会社を設立しまして、ゲーミーズ株式会社っていうところに社長でやらせてもらってます。ありがとうございます。でですね、このインタビュー、受けてくれた方、特典として何か一つ PR 無料でできるんですけども、何かやってることありますか？何もインタビューされてない。SNS でWeb3 の発信をずっとやってるので、X だったり、YouTube だったり、あと Instagram も実は Web3 じゃないんですけどやってるんで、フォローしてくれたら嬉しいです。ありがとうございます。では続いて、のろいちゃんですね。今、会社作りたてで、Web3 ゲームのユーザーを増やしたいと思って会社作って、まだまだペーペーなので、なんかみんなのサポートとか応援とかをしてくれるとめっちゃ嬉しいです。いや、本当にお忙しい中、ありがとうございました。じゃあ次、インフルエンサーつないでいただいていいですか？ OK です。ありがとうございます。はい。はい、続いて新しい経済の設楽さんに来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もう、今、新しい経済やってると思うんですが、何か他に所属してるところとかって何かあるんですか？そうですね。まあ、いろいろやってるんですけど、まず新しい経済でこの今後ろに実は映ってる Web3 ビジネスハブっていうですね、くださいさんと一緒に企業向けのコミュニティみたいなのをやってまして、もう今ね、結構会員さん入っていただいて、大手企業さんからブロックチェーンのコアな事業者まで入ってるので、宣伝となるともうこれを押したいっていうのがまず1個です。1個です。で、もう1個で言うと、あと所属っていうかエクソダスっていうですね、こうやって見せたんですけど、ポッドキャスト、ソラナのスーパーチームジャパンの大内さんとやってますんで、よろしければ YouTube 拝見してる方、ポッドキャストのもこれ聞いていただければと思います。ありがとうございます。じゃあ、詳細概要欄に貼っておきますんで、ぜひ、皆さんチェックしてください。はい。はい。加工があっていい感じですね。はい、バリバリ加工します。バリバリ加工します。はい、バリバリ加工します。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、最後にですね、ちょっとお願いなんですけども、インフルエンサー次、つないでいただきたいんですけども、よろしいですか？いや、もちろんですよ、もうずっとつなぎます。はい。ありがとうございます。もうお忙しい中、本当にありがとうございました。ありがとうございました。いつも見てます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後、大鳥ラスト、ロイさんに来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もう本当にたくさんいろいろやられてると思いますけども、今、主に所属しているところっていうのはどこかありますか？実はパブリックブロックチェーンのアバランチっていうところの、日本の、BD をやらせていただいております。ありがとうございます。このインタビューですね、答えていただいた方、何か無料で、このチャンネルで PR できるんですけども、何か自分でやってることでも何でもいいですが、推したいものとか何かありますか？ヤバランチ。ヤバランチ。すごい不利な立場でトレードしている方が多いと思うんですね。でそういった方を救うっていう意味で、今回コインポストの AI を使ったシステムを開発しましたので、それに関して発表を行いたいと思います。でテーマとして、全ユーザーを仮想西にというテーマでちょっと。私どもはリップルとさまざまな形で、提供するリップルペイメントを活用して国際送金サービスをやっていこうと17年からやっている。さらに21年にはブリッジ通貨として日本に初めて暗号資産 XRP を活用した国際送金サービスを提供している。いろいろ大阪は Web3 の分野で日々挑戦されている皆様の心から歓迎をいたします。最後に本日お越しの皆さんにとって本日が実りのある一日になりますようお祈りをいたします。ありがとうございました。大阪でお待ちしています。最後のクロージングスピーチは日本語で話したいなと思っております。2日間、ブースが180社、合計の来場者数としては、1万人を
超えるような、盛大な WebX を開催することができたと思っております。また、先ほど北尾さんからも発表がありました通り、来年は8月26日に大阪での開催を予定をしております。Good evening, everyone. I'm Koike Riko, Governor of Tokyo. I'd like to congratulate you on the great success of WebX 2024. It is wonderful to see how this exciting two-day event has grown from last year. I'm certain that gathering people from around the world to meet and interact here in Tokyo has produced many seeds of open innovation. 現在0時半ですね。公式アフターパーティーから帰ってきました。WebX2024 お疲れ様でした。いや、とんでもないことになりましたとにかく誰か捕まえないとと思って、めちゃくちゃ人いるブースのエリアに意を決して入ったら、行列の先頭になーちゃんがいてみんな名刺渡すのに並んでるんですよね、きっとね。やっぱり看板になるようなインフルエンサーの方はですね、常にそういう状態なんでしょうけど、ちょっと3分だけいいですかみたいに話してインタビューさせてもらって、完全に突発的な発想でしたけど、いいとものテレフォンショッキング的なシステムで紹介してもらったら、なんと10人達成しました。ほとんどが初対面の方こっちはね、一方的に知ってますよ。ネットで顔出ししてる方、有名な方ばっかりなんで。ただあちらはね、私のこと知らないですから、何にも知らされずにね、その前の人に連れてこられて誰何すんのみたいなそんな状態から、はじめまして G-Lift という YouTube チャンネルやってまして、今こういう企画やってるんですけど、ちょっと1分出ていただかないですかみたいな話して、スタートそこですからねできれば連れてきた時の様子も撮りたかったですね。こっちは、誰みたいな状態だし、こっちは、出てくれるんですかみたいなこれにみたいなねびっくりしすぎて、で喉潰れてますからで今日ね、出てくれた方、今回の WebX もそうですけど、Web3 の国際イベントで、ステージに立ってスピーカーで出るような人たちばっかりですからね。はじめ一般のブースエリアから始まりましたけど、最後ね、そのスピーカーの控室まで行って北尾さんとかどうかなとか、マーク・カルプレスとか出てくれないかなとか言い始めて、ちょうどその時間帯、スピーカーしてた時間帯ですから、本当に連れてこうとしましたいや、話大きくなりすぎみたいなそんな人一般の通路に呼び出したら大変なことになるってそんな大型企画じゃないからこれみたいな。一昨日ね、ホテルで一人で話してた時と温度感全然違うんです。本当にご協力いただいた皆様本当にありがとうございました。概要欄リンク貼っておきますんで、皆さんぜひ覗いてみてください。これもこのチャンネルを見てくれてる視聴者の皆さんのおかげだと思います。今見たら、1年前ですね、WebX 参戦した時は、このチャンネルの登録者は1000人くらいだったんですよね。当時も、個人的には1000人って本当にありがたかったですけど、今で6000人いますからね。業界で見たらまだまだ小さいですけど、これが100人とかだったら、なかなか OK してくれる人いないと思いますから、これはね、本当に視聴者の方のおかげだと思います。本当にありがとうございます。で、WebX2024 の内容、本当にざっくり映しましたけど、私がね、仮想通貨に参戦したのは2017年なんですけども、その頃と比べるともう全然違いますよね。もう今では各国政府が推す国際イベント、競い合う分野になってますから、あとコインポスさんの方から発表されましたけども、来年は大阪万博と協力していくとのことで、当時の状況から比べると考えられないフェーズに突入しています。であともう一つ、コインポスさんの方から発表がありました AI システムの導入ですね。これは本当にこの業界のあらゆるものが変わると思います。現状の仮想通貨界隈っていうのは、このチャンネルで常日頃発信している通りですね。株と同じで、世界情勢にも影響されますし、取引所での取引にも影響されますね。それとは別にオンチェーンの動きもありますと。それがしかも24時間反映されると。それをね、全部しっかり見るってなると、休む暇どころか寝る暇もないんですよね。その全部の情報を得る人ってのは、ほぼ365日、市場を監視してる人なんで、そんな人はごく少数ですと。それこそ仮想日資さんだったり、私だったりが丸一日注いでですね、それを手短にまとめて情報発信して、で、その情報を皆さんが見てくれてる、そういう状況だと思います。ただこのコインポスさんが
これから提供する AI システム、これが公開されるとですね、どういうファンダが何時にあって、その後どういう値動きがあったという情報がですね、チャートとともにまとまってるんで、普通の働いてる人でもそれをパッと見ただけで、これまでの市場の流れが分かってしまうんですね。ということは、トレードしてる投資家の環境、判断、レベルも当然変わりますけども、我々情報発信者の立ち回りも当然変わってきますよね。だってもうその今まで私たちがやってたこと、これからは AI がやっちゃうからブロックチェーンと同じで仲介がいらなくなってしまうんですね。だからこれで、界隈の状況が変わるんですね。いろんな意味で。今のところ急に方針転換する予定ないですけど、もしかしたらこのチャンネルも今後方向性変わるかもしれないですね。別にそこは抗う必要ないかなと思ってます。AI が普及してからですね、絵や音楽、芸術関係だけでなくてですね、各クリエイターの立ち回りも変わりましたから、そこは受け入れて、じゃあ次自分に何ができるんだろうと、っていうのを考える必要があるのかなと思いました。コインポスターね、先ほど WebX2024 終わったばっかりですけども、もう来年の WebX2025 のチケットを超格安で販売してます。ビットフライヤーの加野さんからですね、なんか商売上手ですね、みたいな投稿もありましたけど私個人もね、相当楽しんだんで、また来年も行きたいと思います。ではまた次の動画で会いましょう。もう寝ます。